こんにちは、サビヤーはい、こんにちは、サビヤーはい、ですね、YouTube サボりすぎてて、マジですいません。もう何も載せてなさすぎて、YouTube やってたことを忘れてました。すいません。なんと今、I'm in a New York! 私今、ニューヨークにおります。浮かれポンコツ野郎なんですけど、すごい浮かれてます今。まあいろいろありまして、ニューヨーク遊びに来ちゃいました。今日から絶対に頑張っていっぱい絶対に頑張って動画載せるから、マジでよろしくみんな。調子乗りすぎてた。載せてなさすぎて。ほんまに。もうやめます。この調子乗り、サボりポンコツイカレポンチは。はい。ですね、まず、ここまでに来た経緯をお話しした方が早いかな。そもそもね、2026年入って、すごい1月から5月まで結構パン詰まりのスケジュールを過ごしてたんですね。はい。なんかまあ、いろいろ自分が踊らなあかんかったり、自分が制作しなあかんかったり、なんか、すごいバタバタしすぎてて、本当に息つく、こう休憩する暇もなく次の予定が始まってっていう感じで、なんか燃え尽きてる暇もなく、どんどん次のやらなあかんことが増えていくっていうスケジュールで、で、5月の頭に、上半期の一番最後のやらなあかん仕事が終わりまして、今やバケーションするのはと思いまして、どこに行こうかなって悩んでさ、結構。まあもともとヨーロッパに行きたかってずっと。で、なんかちょうどダンスキャンプもあったし、それ遊びに行きがてら、トリップもありかなと思ってんけど、いやなんかニューヨークやなーって、パッて思ったんですね。なんか今はニューヨークかもって思って、で、そのニューヨークずっと行きたいって言ってた友達がおったから、急にね、連絡して、なあ、ニューヨーク行けへんって言ったら、待って同じこと考えてたっていうマジで、アンナと雪の女王みたいなことが起こってしまったんですね。同じタイミングでニューヨーク行きたくて、空いてる日程も一緒って、これ行く運命やない。行った方がいいなっていう結論に至って、私たちの中で。で、じゃあ、フライト取ろうみたいな感じで、フライトとホテルだけ取って、5月15日から5月26までニューヨークに来る予定やったんですね。そんな時に、なんと、別件で5月11から14、ニューヨーク行かへんかっていう話が舞い込んできたんですね。What the hell! だってさ、もともとニューヨークなんか私行ったことなくて、これ初めてのニューヨーク旅なんですけど、やのにやで、行こうと思ってた日の前日まで、そこもぴったり被らんと行く予定やった前日までにニューヨークで予定が入るってエゴくないと思って、最近もう引き寄せやばいね。なんか全ての事柄が起こるべくして起こってる感じが最近エグいマジで。で結局15日から来る予定やったのを11からに変更しまして、今ニューヨーク4日目です。で今日からホテル移動して、まあ今日後から友達が来るんですけど、はい、マンハッタンビューのお部屋はこんな感じです。はい、なんですけど結構このニューヨーク旅ですね、私やらかしてまして、いろいろみんなはね想像できひんかもしれんけど、結構もうなんかやらかしポンチで、てか見て、もうニューヨーク大好き女やねまずこのもうね完全に観光客バイブスなんで、ですね、これもヤンキースで、これも観光客用の I love ニューヨーク T シャツキッズ用で、こちら大体ねこの I love ニューヨークが総柄になってるズボンが人気なんですけど、見てください、これめっちゃ可愛くない？ニューヨークヤンキースのズボンでこのなんかね、もう新しく買った服着たいじゃないですか。だから新しく買った服着たらめっちゃニューヨーク大好き観光客ですみたいな感じの格好になっちゃいましてるね。なっちゃってますね。はい。
てな感じで、今日から泊まるホテル、今私がいるホテルですね、チェックイン15時からやったんですけど、なんかレセプションの人が優しくて、今12時半ぐらいなんですけど入れてくれました。ルームツアーからする？じゃあみんな行くよ。マンハッタンビュー、ベッド、クローゼット、スタディデスク、テレビ、and then 見てください、キッチンもございます。冷蔵庫はい、これバスルームですね。いいですね。not bad not bad。 たまにね、この世の終わりみたいなバスルームに出会うことがあるんですけれども、ここは最高。喋りすぎてるわ。見てください。私ネックピローとかあんま使ったことなかったんですけど、もうね、飛行機の時にお尻が痛すぎて我慢ができひんから、ネックピローをお尻に引いてニューヨークに来ました。じゃあめっちゃ楽でびっくりした。感激。ほんまね、チーカーとかが良かったですけど、前日に行ったドンキにね、サンリオしかなかったっす。だからキティちゃんで勘弁。なんかもうほんまにいろんなことが起こりすぎてて、何から話したらいいか分からへんな。カチューシャにもできる。これ待って何から話そう。 YouTube してなさすぎて喋り方忘れた。はい、いろんなことが起こってる。まず5月15日からのニューヨークの旅が決まりました。んで、用意まだせんでいいやって思ってた矢先に11から14の予定が入りました。んで、やばい用意そろそろせなあかんなとなりました。それ2日前ぐらいの話な。2日前ぐらいにもう確定で11から行かなあかんくなりました。パッキングしなあかんなっていう時に、私東京でステージの仕事があって東京にいたんですね。でもスーツケースにはもう東京滞在4日分の用意しか入れてないから、そっからニューヨーク行けるわけもなく、一回大阪に帰らなあかんとなりました。だがしかしながら、もう東京での予定がもう本当にもうパンパンで、だから別件が A やとするで、ステージで踊る予定が B やとしたら、もう A リハ B 本番 A リハ B 本番A 本番みたいな感じで、もうほんまになんかもう自分どこにおるか分からへん感じで、その4日間が過ぎていったんですね。A 本番が終わった10日の時点で大阪に帰らないと11日のフライトに間に合わないとなりましたので、A 本番終わり、もうタックで速攻東京駅まで行って、そっから新幹線で大阪帰りましたと。で、もうその時ね、ネイルとかもしたい。髪の毛も染めたい。もう、生え際伸びすぎて卵のお寿司みたいになってて、美容院も行きたい。ネイルもしたい。で、スキンケア用品とかメイク用品足りてないもの多すぎるから買わなあかん。買い出し行かなあかん。お腹も空いた。もう、many things are going on で、何から手つけていいか分からなかったけど、一旦寝たんですよ、その日は。で、朝起きて、美容室を9時から行きました。リタッチしようと思って。ほんなら、もう自分がいつも行ってるとこ空いてなかったから、適当に探して行ってんな。ほんなら、もうなんか、もうブリーチごめんなさいね。ごめんなさいけど、もうブリーチ下手くそで、これね、私、全部一発でここまで金髪になってきてるんですよ。一回ブリーチで。だから、一回でいけるはずやのに、なんかもう、ほんまに市販のブリーチで金髪しましたみたいな、もう気になったんですね。んで、もうその時点で12時ぐらいで、私もう関空に向かわなあかんのが16時とかやったんで、もうめっちゃ焦ってる中、いやでも黄色のままニューヨークはやばいとなりまして、1時間半かかっていいならもう一回できますみたいな言われたから、もう、はい、お願いします。1時間半我慢しますと言いまして、2回ブリーチしたら、まあ、金髪には上がったんですけど、まあ、なんかもう、なんか、ヘイヤーまで金髪で女子プロみたいにされましたと。ブリーチ OK な、その日ブリーチ OK。でも買い物せなあかん。美容室出たんが2時半とかやってから、もう買い物して家帰ってパッキングもしないと間に合えへん。となってもドンキに走りました。ドンキに走って買わなあかんシャンプー、
トリートメント、ボディクリームとか、美容液とか、化粧水、乳液とか、洗顔、メイク落とし、で、下地とかもう全然足りてなかったよ、その時も。アイライナーも足りてなかった。今言ったやつ全部足りてないんで、どうやって生きててんって感じで、いろいろ買いました。で、買って、もうチャリでな、帰ってたら、ちょっと待ってよ、カラコン忘れたってなって、カラコン絶対いるやん。絶対買わなあかんと思って。もうさ、ドンキからもうちょっと離れたとこまで行っちゃってたから、もうなんか、カラコン屋さん奇跡的にもう一個あったから、ここに行こうと思って、そこ行った。そこ行きました。ほんなら、まさかの土入りなしやって。私土入り使ってるから、土入りなしか、やばいなと思って、うわーと思ったら、もう一個カラコン屋さん見つけてんな。もう奇跡起こってるけど。やったありがたいと思って行きました。はい、土入りなし。やったヘビーってなって、ドンキまで戻らなあかん。ドンキまで戻るのに10分ぐらいかかるんですけど、めんどくせーとか思いながらもう一回帰って、カラコン買いました。ほんで家帰ったら、16時に家出なあかんのに、15時ぐらいやったんよ。で、パッキングしてないのよ。2週間用の。もう結構危ないやん。でもそっからもう、スーツケースガン開きにして、ぐわーって服入れまくって。でもとりあえず何持ってったいか分からへんからもう、バーって入れてって、で、パッキング速攻終わらして、飛行機には間に合ったんです。飛行機に間に合って、で、無事ね、こちらに到着しました。ニューヨークに到着しました。イエーイと思ってて、さて、おっしゃ、メイクしようと思ったら、メイクポーチフルセットで忘れましたと。あっぱれ。Yes! Finally! Get her out of here! はい、もうね、私メイク大好きやから、メイク大好きやし、メイク絶対いるタイプやから、もう絶対もう一番いるね。もうパンツとかよりいる。正直。パンツなんか履いてなくてもバレへんけど、メイク用品だけは絶対いんのに、忘れてしまったんですね、これまた。オーマイガッツ。オーマイガッツなんですね、本当に。ほんで、その日は、やばいってなってさ、もう友達おったから、まあ、借りるのもいいけど、リーだけやってん。こんな長期滞在すんの。だから、ないと、その子が帰っちゃったらさ、もうメイクできひんわけやん。だからもうしゃーないなと思って、セフォラって知ってるみんな。アメリカでいうアットコスメみたいな。なんかいろんなブランドのメイクアップ用品から、プチプラのメイクアップ用品までが、もう全部買い揃えられる、化粧品屋さんやねんけど、そこ行きたかったけども空いてなくて、その時間。で、ターゲットって言って、まあ、日本でいうライフみたいな。アプロってみんな知らんか。リーの地元はアプロがあんねんけど、まあ、なんかそのスーパー、でかいスーパーしか空いてなかったよ、その時間。だからもうそこでとりあえず必要なもんだけ買おうと思って、そこ入って、もうなんか分からへんけど、見たことないけど、まあ、いろいろ買ってんな。ファンで、アイライナー、パウダー、ノーズシャドウ、必要なもん全部変えたんですけど、なんかやっぱしっくりきてなくて、いつも自分のメイクじゃなくて。まあそのターゲットで買ったメイクアップ用品でのメイクアップもまた今度載せますけど、なんかね、メイク用品忘れたことによって、まあ基本的なその期限の基準値が下がっているというか、はい。もう自分のせいなんですけどね。なんで忘れたか分かってません。本格的なバケーションは、本日5月15日からになってますんで、やったー！もうね、初めてニューヨークに来た感想としては、とにかく、キラキラしてるな。とにかくタイムズスクエアとか、まあ、日本でいう渋谷みたいなところはすごいキラキラしてる気がする。ニューヨークってめっちゃおしゃれな人いっぱいおって、で、もうみんななんかもうランウェイ歩いてるみたいな感じで歩いてて、サングラスかけて。マジで人が冷たいって聞いとったよ。だけど、今のところ、ブルックリンっていうところと、タイムズスクエアあたり、マンハッタンあたりしかまあ行ってないからかもしれへんけど、めっちゃみんな優しいねんな、なんか。アメリカで言うと LA しか行ったことないけど、他、正直なんか LA の人とかよりも、人当たりめっちゃ優しい気がする。店員さんとか、優しいと思ってて、で、聞いたんよ、ニューヨークの人に。ほんじゃ、なんか、
LA とニューヨークってなんか東京と大阪みたいな感じで土地も違うし人間性も全然違うらしいねんな。で聞いたらなんかニューヨークの方が大阪寄りらしい。ニューヨークの人の方が。だからなんかやっぱりリーも勝手なイメージでニューヨークの人はクールで冷たいみたいな思ってたけど、実際来てみたらそんなことなくて、やっぱ自分の目で確認せなあかんなって思いました。はい。でね、もうちなみにもう本当に上半期もうバタバタしてて、まあでかい買い物もしてないしブラック企業みたいな働き方をしてたんですけど、もうね私は決めてて、海外に来たら何も気にせずに欲しいものを手に入れるっていうのを決めているので、もう今の時点でなんか結構買い物してて、だってこれはもらったけどこの T シャツやろ、でこのズボンやろ、でなんかいろいろ買ったから、まあ商品紹介もしていきますね。まあとにかくニューヨーク今んとこ最高。そうや、なんかめっちゃなんかごめんな、なんか分かりにくいと思うねんけど、もともと5月15からこの旅を予定してたって言ったやん。で急遽11から14の予定が入ったって言ったやん。でてっきりリーはめっちゃぴったりやんって思ってんけど、そういえば14から15の宿だけないことに気づいた。お分かりいただけた1個目のホテルだろうか。14にチェックアウトして2個目のホテル15にチェックインやって。やのに完全に忘れてた。14から15のないと寝る場所ないやんって思って、んでいろいろ考えて、で友達がその子は14日に帰る予定やったから、一緒に空港来て空港で一晩寝たらとか、だからちょっと空港なしやなと思って、いろいろ調べてみたら、なんかドミトリーとかわかる？シェアハウスみたいな、なんかもう2段ベッドのどっちかを借りて知らん人と寝るみたいなとかしか出てこへんくてさ、でもう怖いと思って、それはさすがに寝てる間にさスーツケース取ってさ起きたらさ今着てる服しかないみたいになったら本当に困るから、一晩一人やけどなんかちゃんとしたとこ泊まろうと思ってちゃんとしたとこ予約したつもりやってん。その1個目のホテルから近くて、でなんか見た目も写真見た感じ綺麗そうなとこを予約したつもりやったのにその日ウーバーでホテル着いたらまずホテルが見つからんねんな地図ではここってなってるけどないねんな、看板が。てかホテルって見たらすぐわかるやん。やのになくて、と思ってこれ探してたら、その番地が1115やってんけど、1115って書いてるめっちゃ狭い扉が1個あって、マジでリー1人入るかなぐらいので、まさかこれじゃないよなと思ってたらそこやってんな。めっちゃ怖いで。もうさ、初めてのニューヨークという土地で初めて一人で泊まるホテルがもうこんな狭い扉がスタート地点やで。割り怖いやん。でなんか薬局の上がホテルみたいな。なんかもうほんまにさ、もうどうしようと思って、でもホテル取り直すとかもちゃうやん。ほんならもう扉頑張って開けました。頑張って開けたらもう階段が20段ぐらい、リーしか入らんぐらいのスペースでスーツケース今23キロ。もうきついやんエレベーターちょうど感じやけど、もう誰もおらんかったんな、人が。だからもう自分で上げるしかないやん。でもう自分で頑張って23キロこうやってもう1段ずつ頑張って上げてんな。2階まで上げてんに。だからもう20段プラス20段ぐらい40段ぐらい上げてん、自分で。でやっと着いたと思ったら、なんかほんまにもう失敗したなと思って、ホテル選び完全になんかまあ一軒家に部屋がめっちゃあって、その部屋を貸してますみたいなところ取っちゃってん、間違えて。朝ごはん食べてる時に多分ちょっと寝ぼけながら取ったんよ、そのホテル。トリップドットコムには白い扉があるのでそこに入ってくださいみたいな、その中に部屋があるのでみたいな
書いてたから白いドア開けようとしてんのに、全然開けへんくてさ、全然開けへんやんと思ったら、中から、おばちゃんがこうやって出てきたの。怖っと思いながら、はいみたいな、I like to check in って言ったら、こんな早くにみたいな言われて、その時さ、1時ぐらいやってん。でも、トリップドットコムには、アーリーチェックインができるって書いてたのよ。12時から。だから、12時からアーリーチェックインできるって書いてたから来たけど、って言ったら、No, you can't, みたいな。できひんよ、みたいな言われて、何時からチェックインできるって言ったら4時って言われたの。めっちゃ待たなあかんやんとか思いながら、わかりましたって言って、じゃあ4時にまた戻ってくるって言ったけど、このスーツケース重いから、ここに置いといてもいいかなって、預かっといてもらえるかなって聞いたら、その辺置いといて、みたいに言われてさ、危ないって、もう他にも住んでる人おんねんな、そのホテル。危ないってもうそんな、取られたら終わりやんとか思うけど、そこみたいに言われたから、もう、知らない。この40段の階段をもう一回下ろして、それと一緒に4時間待ちっていうのはもうきつかったから、もう無防備なところに保管してもらって、で、外出てんな、ホテルの。で、もう外れやなと思いながら外出たら、ほんまになんか治安悪いとこで、そこが。近くに大きな湖のある公園があってんな。そこやったら、なんかファミリー層とかも多いんちゃうかみたいな。ファミリー層とか、こうランニングしてる人とか多いんちゃうかなと思って、そこまで歩いてん。公園の近くにもいいとこなくて、なんていう、日本やったらさ、例えば、スタバ入ろうとか、スタバじゃなくてもカフェ入ろうとか、ご飯食べるところでもさ、なんか、ファミレスとかやったら長居できるやん。なんかそういう長居できる場所がマジでなさすぎて、店もマジで狭くて、一元さんお断りみたいな、知り合いしか入れませんみたいな感じの雰囲気に見えて、入ってみようとしてもなんか人パンパンやねん、なんかどの部屋も。どの店も。だからもうなんかどこも入らなくて、公園のベンチで座ってたん。ほんならなんかその日、マラソン大会みたいなのやってたらしくて、マラソン大会参加者やと思われて案内までされてんけど、それは良くて、なんかマラソンも出せえへんし、なんかどうしよっかなーって。でもご飯食べたいなーと思ってマップ調べてたら近くにモールがあってんな、ショッピングモール。でそこは、さっき言ったセフォラとか、スーパーもあるし、ご飯も買えそうやったし、で、ショッピングモールやから服屋さんもいっぱいあるかなと思って、そこまで行こうって思ってんけど、なんかせっかくやし電車乗ってみようと思って電車乗ったんや。ほんなら、電車は結構日本みたいに良くて、切符買うんじゃなくてもうクレジットやねん。クレジットタッチしたら通れるみたいな。で、3ドルぐらいで乗れて、ほんでね、電車乗ったらそりゃ、睨んでくる人もおって、睨むっていう表現悪いな。なんか、違う、睨むっていうか、珍しいやろな。なんか、ブルックリンっていうとこにおってんけど、ほんまに日本人みたいな。アジアから来ました、観光客ですみたいな人全くおらなくて、なんかみんなそこの現地の人って感じやったん。なんか多分珍しかったやろな。すっごいなんかもう、みたいなさ。バリ見られてて気まずかってんけど、無事モールの駅まで、最寄り駅まで着きまして、ショッピングモール入りました。ほんで、めっちゃ可愛い店見つけてんな。なんかほんまに、Y2K の服めっちゃ置いてる系の。で、そこで買い物終わって、出てんな。ほんなら、可愛いお店から出て、ターゲットって水着も売ってんねんな。で、ニューヨークでは水着着るタイミングないけど、ターゲットの水着ってめっちゃ可愛いねんな。だから、ターゲット水着見に行こうと思って、アップステアーズ行こうと思ったら、ピザを箱で持った男の人が見てて、なんかめっちゃ見られてるなと思いながら、森さ、こんぐらいの帽子の深さで、もう、なんかもう、とぼとぼ歩いとってんな。でターゲットが2階やったから、エスカレーター乗ってたら、ついてきたんよ。で、怖いかもと思って、ターゲットに逃げ込んだよ。で、ターゲットで買い物しててんな。もうな、30分ぐらいおった、ターゲットに。で、ターゲット出たら、またおって、んで、今度は、ちゃんと声かけられちゃって、すいません、みたいな。ターゲットの前で喋りかけられてたから、もう、すいません、みたいな感じでお断りしたの。お断りして、エスカレーターこうやって降りて、もう来てないかなと思ってパッと後ろ向いたら、おったんよ、まだ。ついてきてたんよ。で、やってんなと思って、ターゲットの外出たんよ。ほんなら、またそこにもついてきててんな。で、でもリーはもうチル。冷静にな。ついてきてるなと思って、
一応、ちょっと怖いから、まあ、早足で、角に隠れて、無事でした。で、それで、まあ、ポキ食べて、その日は。ポキ屋さんでね、ポキ食べて。ほんなら、なんかこの度さ、めちゃくちゃ引き寄せてるって言ったけど、マジで、ほんまにすごくてな。で、汚いさ、汚いって言っちゃった。ハズレのホテルあるやん。ハズレのホテルの部屋番号のロック。もう、リーの電話番号の下4桁やってんな、まず。で、うーって思ってたら、そのポキ屋さんに入った時に、入って椅子座った瞬間に、リーが一番好きなキーシャコールのラブっていう曲が流れてんな。で、それもなんか、リー的には、なんかここ入るべきして入ったなって思ったし、あとは何やろな、なんかほんまそういうこと多いねん、最近。だからこのニューヨークも引き寄せで来てると思うし、最近ゾロ目の時間絶対見ちゃうねんな、携帯。パッて何時やろうと思って見たらゾロ目のことが多すぎるし、車のナンバープレート777を見ることが多すぎる。大阪でももちろん見るし、福岡でも見て、で、東京でも見て、こんな見るっていうぐらい777を見ちゃうねんな。なんかまだあると思うねんけど、なんかパンチ強い話。お前それはちょっと考えすぎちゃう。スピリすぎやわっていう程度のしょうもないエピソードしか今出てこへんかったけど、もっとなんかあんねん。最近、うおって思うことが。ほんまに。ほんまに。このニューヨークは来るべくしてきたと思うから、思う存分楽しみたいと思ってます。購入品紹介とかはもうちょっと買い物してからしようかなと思ってて、とりあえず、YouTube サボっててごめんなさい報告プラス、ニューヨークに来ました報告かな。ほんでマジやらかしイカレポンチなんで、もう今回、メイク用品がなくて、メイク用品持ってくるの忘れて、結構なえてはいる。なえてはいるけど、もうやるしかないから。めちゃくちゃなんか優しい人に恵まれてる、こっち来てから。まあそのピザの人とか怖かったけどさ。優しいみんな。まああとはなんか今めっちゃくちゃドルが高くなってて、1ドルが160円とか、170円とかに上がってんのよ、ニューヨーク。なんかもう、かける2倍で考えた方がいいよって言われるぐらいやねんな。例えばマクドのクォーターパウンダーのセットを買うとしたら、クォーターパウンダー、バーガー、ポテト、ドリンク。これで2600円ぐらいっていう感じ。くっそ、まあ高いよな。でももう、そんなこと考え出したら、もう怖くてさ、怖い、何も買えませんってなるから、もう何も考えずに。好きなもの食べたい時に好きなもの買って食べてるけど。マジで嬉しい。リーさん、ほんま今年の目標っていうか、今年のやりたいことの一つに、ヨーロッパかニューヨークか LA に何ヶ月か住むっていうのがやりたいことの一つやってんな。で、それがどこになるかは、その時に行きたいところに行こうって決めたから、まあたった2週間やけど、普通にこっちの人みたいな、こっちに住んでる人みたいな生活するのめちゃくちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。はい。まあ、てな感じでただの報告でしたが、今日から動画しっかりいっぱい上げていきたいから、Stay tuned. Thank you for watching. Enjoy your day.